今のなんか良かったんじゃないですか。気持ちよく走っていったように見えました。あれ褒めるとダメですね。押し付けた。曲がれーって押し付けましたね。もうなんかチェアの手前までは良かったのに、車の声でちゃんと聞いてあげてたような感じなんですね。ヒールトゥーを使わんとダメでしょうね、1エアは。ブレーキングからのヒールトゥーでさらにちょっとだけこう遠心力をこう前方向から右に移しながらのフロントに乗ったら曲げていく感じでしょうね。右左、この遠心力を右に移したこれをうまく途中で抜けてますもんね。だからブレーキが離しすぎ、せっかく右前に方向に遠心力が移ったところでブレーキを離したところで真正面に行っちゃうんですよね。ちゃんと理解しました今の。右に遠心力があるのを左に移してしたら右に移ってこの右に行ったのを残して、そう一回左前に乗ったのをブレーキを離すと右前のこの残してアクセルに移していく、後ろに回していく。実車でヒールトの練習しよったんでしょ。意味が分からずにしよったでしょ。結局フットブレーキで姿勢を作るじゃないですか。でその時に右前に遠心力を残すわけですよ。でそのコントロール、その状態を保ちつつさらにこうシフトダウンしていかないといけないので、一旦ブレーキを離してシフトチェンジってなるとそれでせっかく右前のタイヤのグリップが上がったのをつなげていけてないわけですよね。右前にある遠心力が一旦真正面に行ってしまった後にハンドル切るとアンダーになるわけですよね。右左でこの右に行った後この右前のやつを後ろにアクセルで回す。左前のやつをアクセルに回す。そうああまた抜いた。だからブレーキ踏みながらシフトダウンするとエンジンブレーキがかかってしまうと急な姿勢変化が起きるから、その変化が起きないようにするためにアクセルヒールトゥ
トウで、じゃあヒールが前ですか？トゥーがかかとですか？つま先でブレーキをコントロールしながらエンブレがかかりすぎないようにかかとでアクセルを煽ってあげてシフトダウンするわけじゃないですか。でそれは何でするかっていうと、そのブレーキングが途中で姿勢が途切れないようにするためですよね。ここも一緒ですよ。そしてこの左前に乗ったのを回していく、これを右に乗ったのをこれを回していく、ブンブンってしないんですか？その時ブレーキもちゃんとコントロールしとかないかんということですよ。そうそうそう、理由がありますね。実写だったら怖いですよ、それ。もう自殺行為です。ロールセンターがこう前後ろが暴れないようにっていうのも結局そういうコントロールのイメージがちゃんとできてこないと抑えようと思っても抑えれないんじゃないかなと思うんですよね。ブレーキをちゃんと入れとってみたらいいんじゃないですか。ニュートラルまで戻さないで見てみたらいいんじゃないですか。戻さない。しっかり入れとく、ブレーキを入れとく。ブレーキを入れとく。で、荷重が回っていくのを確認しながらアクセルを入れていく。多分その辺がつながらないからアクセルもなんか探りのアクセルがすごい多くなっちゃうんだと思うんですよね。付け足しみたいなアクセルが。付け足しが多いんじゃなくて、その手前からがつながってこないから、なんか一生懸命、そうですね、それがまたドリフトも一緒で、それが出るとかっこ悪いんですよね。しっかりブレーキをずっと残しておく。でこの辺からアクセル入れる。ブレーキを入れとく、この辺からアクセルに移していく。そうしようと思ったらもっと速いスピードでいかないといけないわけですよ。進入速度を上げないといけないんですよ。上げていいんですか？いや早くたどり着きたいんでしょ。だからもう全力で加速していいんですよ。どんどんここからできるだけ車速を乗せていってブレーキ。いやそれは初速は上がってないです。加速を上げる加速をしていくアクセルをすればタイヤに遠心力がとどまり続けるんですよね。丁寧にしっかりタイヤを使って遠心力を乗せてタイヤのグリップを使って加速していってブレーキをしっかり入れる。もうしっかり加速させるためのアクセルでしっかりブレーキなんでアクセル入れるのかな。ブレーキアクセルブレーキまだブレーキアクセル。
加速して車速を頑張れ頑張れ、ブレーキアクセルブレーキアクセル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 ブレーキ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 アクセルですよだからドリフトでも結局一緒じゃないですか。今アクセルって言ってるところが要は加速させる、踏める姿勢を作っとけばそこで思い切って踏めるわけですよね。減速って言ってるところは次踏むための姿勢をしっかり作っていくポイントだから、踏むところと姿勢を作るところがしっかりこう分かれてくるはずなんですよ。でそれがしっかり分かれれば分かれるほどやることが無駄、その間にちょんと足してみたら姿勢が崩れたから作り直してどのくらいかなって探りながらってしている間が無駄な操作になるわけですよね。でそれを減らしていくためには今みたいなグリップで走る時もしっかり加速をさせてあげる。加速をさせるためのアクセルでこう加速させてる時って遠心力をちょうど乗せとかないといけないので、その遠心力をとどめるためのアクセルをやっていくと自然に一番加速するんですよね。でその時って車が安定してるはずなんですよ。だからそこで進めようと思っても入れれない状態っていうのは入れたらケツが出るとか、フラフラする、進まない、遠心力がちゃんと乗ってないっていう時はドリフトをしてても当然そこで踏んでも車は進まないし、そこが踏む姿勢っていうところかなと思いますね。だからグリップでしっかりそこのメリハリで、その間にいろんななんかこうなんでしょうね、操作が入ってしまうとそれが走らせてる感になっちゃうんだと思います。だからちゃんと踏むところ、加速するところ、姿勢を作って加速する、減速する、遠心力を荷重を回してあげる、で後ろのタイヤを使うための姿勢を作る、それを使って加速する、でそれを回してフロントタイヤのグリップを上げてあげてしっかり頭を入れ込んで荷重を回してまた踏む姿勢に持っていく。でそのメリハリをしっかりグリップでやってあげるといいのかな。グリップで走る時もそれをやれば滑らかになっていくはずなんですよね、車の動きがだんだん。そうまず落ち着いてそのくらいの感じで、減速しすぎてもいいのでちゃんと荷重を回して回ったと思ったら踏む、しっかり荷重を回して後ろに回ってきたと思ったら踏む。それをやるとロールセンターの前後の軸がふわふわならないでしょう。しっかり加速するとかちゃんと加速性なんですよ。じゃないと遠心力は保てないので、しっかりブレーキをちゃんと使う。ブレーキ踏んでる時のコントロールはそのフロントにある荷重を後ろに回すためのコントロールですよね。すくい上げるような動きになっていくでしょう。減速して回して踏んで減速して踏んで加速回してそう
そう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 、しっかり回してから踏む。そう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 。だいぶ追いやすくなりました。うん。車に押し付けてる分がだいぶ少なくなりましたね。ああ、押し付けた。ちょっと押し付けたな、今の。いいよ。お、いいじゃないですか。今のはただの失敗ですね。今みたいな失敗は見ててわかるので全然いいんですよね。あれを無理やり持っていかれるとどこに行くかわからなくなるので、ということは車はそっちに行きたくない動きをしているのに持って行っていこうとする操作が入ってるってことですよね。いや、大丈夫大丈夫です。